おはようございます。しゅんやです。今日の FD レストアは右側のリアフェンダーの板金を進めていきたいと思います。作業内容としてはアンテナの取り付け部分、ここもね穴が開いてるんですよ。で、うちのかみさんアンテナいらないと言ってたので、ここも塞ぎます。アンテナどうする？アンテナいらない。いらない。埋めて。あ、承知。それじゃあまずは塗装の剥離からシングルアクションのポリッシャーにペーパーつけて全部塗装を剥がしていきます。この後溶接したりとかいろいろ板金やるのに塗装が残ってるとね邪魔なので、一回全部きれいに剥がして鉄板むき出しの状態にしたいと思います。ここの穴を埋めてしまえば室内に雨漏れの心配もなくなるし、デザイン的にもすっきりとした見た目になるからね。こういうタイミングじゃないと穴埋めができないので埋めてしまいます。今もうみんなスマホでラジオも音楽も全部聴ける時代だからアンテナいらないですよね。よいしょ。 0.8 のボンデ後半、これにテープ貼ってこれを切り出します。ある程度で切り出して最後はサンダーで大きさを微調整します。目安としては 0.5 ミリここの外周に隙間が空くようなつもりで、若干でかいな。ちょっと削ります。もうちょっとかな、もうちょっと。どうだ。あ、いいんじゃない？いいんじゃないかい。こここう丸くなってるから、それに合わせて若干これ曲げてます。よし、これでいけるね。隙間が 0.5 ミリぐらい空いてるんで、この隙間を溶接で埋めていきます。悪くはない、良くもない。やっぱりこのピンポイントでこの穴塞ごうとするとちょっと熱入りすぎちゃいますね。冷ましながらはやってたけど、若干歪んでるっていうか、なんというか、わざとここが低くなるようには溶接したんですけど、ちょっとやりすぎたかな。これであとはピンホールとかこう溶接の隙間みたいな穴が開いちゃってるんで、ハンダで埋めます。穴埋め終了。綺麗になったんじゃないですか。やっぱハンダ優秀だね。
溶接がちょっと下手でもうまいこと埋めてくれる。でハンダで留めたから、まあ溶接プラスハンダの密着でそう簡単に鉄板が穴開いたりとか剥がれたりはないと思います。で次、このフェンダーアーチ、リアフェンダーのアーチ、なんかハンマーで叩いたような感じでちょっとねボコボコしてるんですよ。まあ耳折りまではいかないけどタイヤに当たるからちょっと叩きましたみたいな、そんな感じのボコボコになってるので、これを少し鳴らして、でいい感じに押さえて、でここが折られてた影響でこっちもねちょっと歪みが来てるんですよね。あとエクボもある。これエクボで、この辺ちょっと歪み、この辺の折られてるのの歪みがあるので、この辺も軽く叩いて板金します。ここをハンダつけて一回引っ張るかな。なんかそんな感じですね。ちょっとパテでは微妙そうな感じだから、全体的に叩いて直したいと思います。こことここだな、この塗料が残ってる部分、ここが低くてペーパー当たらないんですね。ちょっと低い。最初よりはだいぶ良くなったからこれでいいでしょう。あとはパテでいける。はい、ということでフェンダーの板金終わりました。若干へこんでるような感じにしてます。この後パテつけて成形できるように気持ち鉄板低めで、こっちも引っ張って叩いてやったけどあまり出しすぎない、後でパテで成形できるように調整してあります。で鉄板全体は120番のダブルアクションで足付けして細かい傷たくさん入ってます。この不規則な形のこういう細かい傷、これがたくさん入ってると塗料の密着が良くなります。でついでにカメラ回してなかったけど、こういうところ機械ができないようなところも全部手作業で塗装剥がし足付けをやっておきました。そしたらあとはこれを水洗いしていきます。いつも通り使っていくのはこちらウォッシュコンパウンド、これで洗っていきます。ビューッ泥汚れ、油汚れを落とす効果があります。あとリン酸皮膜とかね、いろいろいいことだらけのこの板金塗装下地用洗剤。ハンダで穴埋め作業とかもやってたから、フラックスが鉄板に残ってる可能性もあるし、そういうのもきれいに洗い流します。はい、ということでちょっと動画は進んで脱脂をしてマスキングまで終わらせてあります。こうやって塗るときそっち側に結構飛んでしまいそうだったから、ここら辺は紙を貼って、でこっち側はテープで耳作っただけです。ここは塗装のガンの動かし方とかでうまいこと室内入らないように調整しながら塗っていきます。基本的に自分が塗った時にどういう塗り方をするかを考えて紙貼ってます。フェンダーの耳とかはこんな感じ
こんだけテープが貼ってあればそっちのホイールハウスの方にはあまり飛ばないと思います。実はこのプライマー今回初めて使います。この動画がじゃなくてこの FD 作業で初めて使う。このプライマーがあること自体は知ってはいたんですけど、なかなか会社で使う機会がなくて、ネタはねかなり硬い感じです。デローンとしたこんな感じ。ただこれ2対1の塗料だから硬化剤も結構入るし、シンナーで希釈すると柔らかくなって普通の塗料みたいな感じになります。でもねちょっと塗るのに癖がある。伸びがいいというか逆に垂れやすいというか、若干塗るのにコツが必要です。よいしょ。主材が2、硬化剤が1。よいしょ。でシンナー。これ乾燥させると研がずにそのままねパテ付けができるんですけど、パテつけてみた感じの密着具合とか際の出方とか研ぎの感じとかすごくいい。パテもロックペイントのだし、この塗料もロックペイントだし、やっぱり相性がねいいみたいで、使ってて何にも違和感なく普通に使いました。違うメーカーで組み合わせるとね、なんかこうパテの際落ちにくかったりとか、パテ塗った時になんか変な感じしたりとかたまにあるんですけどね、これは問題なく、やっぱり同じメーカーで揃えるとそういうところはいいですよね。必殺サビ封じに直接パテ塗る時がねちょっとタイミング測るのが難しい。乾きが甘いとデローンって必殺サビ封じめくってきちゃうことがあったから。はい、硬化剤入れてシンナーで希釈するとこういう感じ。普通の塗料、サフェーサーみたいな硬さ。これからプライマー塗っていくんですけど、パテを入れる部分をメインで塗るんですよね。だからここ、そしてここ、あとテールランプのところとか、ドアの方もこの辺がちょっと歪みとかがあったりしたんで、なんか結構点在してるんですよね、パテつけなきゃいけないところ。だからもうパネル全部プライマーを入れていきます。それじゃあ塗装タイム行ってみよう。プライマー入れ終わりました。プライマー入れると色が同じ色になるからへこんでるところが分かりやすくなりますね。影ができて、こことかあとこことかがへこんでるの分かりますかね。ここ引っ張って叩いてやってた場所です。でこっちもアンテナ埋めてたところ、ここら辺が若干こうへこんでる。こんな感じでパテつけるのを見越して気持ち低めに作ってあります。あとここサイドシルやってた時にちょっとこの辺歪みがあるって言ってたと思うんですけど、ここも若干パテつけます。でもうプライマーは60度で10分乾燥させてるのでパテつけれる状態になってます。これ足付けなしでそのままパテ入れれるやつなんで、それじゃあパテ塗っていきたいと思います。当て板にペーパー、番手は120番ですね。普段使ってるのこれです。コバックスのタックロール120番のペーパーで形作って、目消しは240で仕上げてやっていきたいと思います。
多分ね1回では形出ないと思うんで、まあ多分2回かな、もう1回パテつけないとダメだと思うんですけど、まあそんな感じでやっていきます。1回目の研ぎ終わりました。若干ねここが低かった、この角っこの部分、ほらパテが削れてなくて引けてるというか巣穴が開いてるというか、こんな感じになっちゃってるんで、ここもう1回パテ入れます。あとここエクボ拾い忘れてた、ここもつけなきゃいけないし、アンテナのところもねちょっと巣穴がプツプツ開いてるんで、こっちも薄く巣穴埋めるために2回目のパテ付けやっていきます。よいしょ。そしたらドア仮合わせして、ここの塵が合ってるかどうかチェックします。ここの端っこを板金したわけじゃないからそんなにずれはないと思う。これドアの調整でいじれるかな。ちょっと寄ってるな。ああ、いいラインが出たんじゃないか。ちょっと低い。ちょっと上。サイドシルトの隙間は悪くはない。はい、良くなった。はい、塵の合い具合はバッチリでした。ここの角っこも合ってるし、ずーっと見てって、この隙間加減もちゃんと合ってるしね。あと、パネルの出具合、リアフェンダーとドアの段差もぴったりと合ってるので、こっちはこのままいけるかな。240番のペーパーで、この板金した時のこの120番のペーパーキス、これを消していきます。パテに巣穴がちょこっとこうところどころあったりするんで、エバーコート、これ塗っていきます。サフェーサー入れる前に巣穴を埋める専用の道具です。これをこう取って、でこのパテの面にこうすり込むと、若干ねなんかこうザラザラした物質でこうやってすり込むと巣穴が埋まってくれます。エバーコートを塗るとこんな感じになります。これ研いだりとかせず、もうこのままサフェーサーを塗るだけなので、ものすごく作業は楽です。今回塗っていくのはこのフェンダーの内側、あとサイドシルの部分もちょっと研ぎ直したりとかしたから、ここも一緒に入れてしまいます。でずーっとリアフェンダー来て、このバックドアの内側になる部分とか、あとテールランプの部分とか、この辺とか、まとめて全部サフェーサーを塗ってしまいたいと思います。それではお待たせいたしました。塗装タイム、行ってみよう。
塗装終了。めちゃくちゃ綺麗になりました。そしてアンテナの穴、ここもスムージングしたからめっちゃ滑らか。これで雨漏れの心配とかなくなりますね。あとへこんでた部分も板金したから綺麗になだらかな状態になったし、サイドステップはちょっともう一回削り直して形整えたんで、最初の状態より良くなりました。ちょっとね、この辺が波打ってた。ここにへこみがあったしね。で、サフェーサーももう一回入れたから、次これ研いでアンダーコート入れれば完璧だと思います。サイドステップはアンダーコートが入ります。はい、ということで今日はアンテナのスムージングだったんですけど、いかがだったでしょうか。ちっちゃいところだからね、溶接するとね、やっぱ熱が集中して、いくら冷ましながらやってもね、歪み出ちゃうね。広い面積も広い面積で歪み出るんですけど、やっぱね、冷やしながら少しずつやっていかないとね、ほんと悲惨なことになります。今回も冷ましながら少しずつやってったんだけどね、それでもあれだけへこみが出ちゃうので、まあ、溶接難しいっすね。あと、ドアはチリ合わせやったんですけど、バックドアと、あとテールランプ、そしてリアバンパーと、この辺ね、まだチリ合わせやってないんですよ。で、エアロが何つくかわからないから、それに合わせてちょっとこう、チリ合わせとかも見ていかなきゃいけないんで、とりあえず暫定みたいな感じで今回板金やってます。もしかしたら、何かエアロつけたらまたこうパテでちょっと成形したりとかってなるかもしれないです。それはね、合わせるエアロによって変わってくるし、リアのスポイラーもそうだし、テールランプは多分そんな問題ないと思うんだけど、後ろ回りやるときにね、しっかりとチリ合わせして調整したいと思います。この FD の仕上がり、色とかも含め完成が気になるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バーイ。お疲れ。アンテナどうする？アンテナ。ラジオアンテナ。いらない。いらない。埋めて。承知。で、せっかくこのね、ボディバラバラにして今のうちに板金できるから、埋めるんだったら今しかないみたいな、それでちょっと聞いておきたかったんですよね。だそうです。ラジオ自体今使わないですもんね。ごもっともで。そう。で、ラジオ今スマホで聞けるじゃないですか。交通情報もスマホで拾えるじゃないですか。で、基本的にスマホでナビ見て、スマホで、Bluetooth で音楽流して、全部スマホとカーナビっていうかもうね、なんていうのあれ、オーディオデッキがリンクしちゃってるから、スマホがあれば何でもできる感じになってるんで、もうラジオいらないかなと思って。で、あそこに、ラジオのアンテナのところにゴムのパッキンが入ってるから、そっからのね、雨がどうしてもトランク入ってくるんですよ。そういうところ、必要ないんだったら塞いじゃった方がいいかなと思って。はい、そんな感じですね。